こんにちは。そしてアッサラームアライクム。シドニー在住の日本人ムスリムアヤです。この番組イスラムの扉では、改宗ムスリムの私アヤがイスラムの教えやリアルな暮らしについていろりとお届けします。ぜひ最後まで聞いていってください。世界中のムスリムがそわそわと、そして心待ちにしているラマダンがもうあと1ヶ月弱となってきました。でノンムスリム、ムスリムじゃない方にとっては、イスラム教徒が1ヶ月飲食をしない断食の期間かなみたいな、そんなイメージかもしれません。断食って聞くとすごい厳しそうとか辛そうとか、そういう風に感じる方も多いんじゃないかと思います。で実は私もムスリムになる前は全く同じように、断食なんて大変そうだなっていう風な印象しかなかったですし、正直なところムスリムになってからも大変なものという、印象っていうのは最初の数回は消えなくって、やっとなんていうんですかね、心が完全にイスラム教徒になった時からラマダンを楽しみに思えるようになってきたなっていうような感じはしています。でイスラム教徒にとってラマダンっていうのは我慢の月っていうよりかは、年に一度私たちの心とか体とかをリセットする時間みたいな、そういった立ち位置になるのかなというふうに感じています。今回はそんな、ラマダンがもうすぐということなので、本当の意味だったりとか、そのラマダン月の祝福を最大限に受け取るための準備についてお話ししていきたいなというふうに思っています。はい、ではまず基本的なすごい基本なところからお話ししていきたいと思います。そもそもラマダンとは何でしょうかっていうお話ですね。でなんとなくムスリムじゃなかった時っていうのは、ラマダンっていうと、断食っていう意味なのかなと勝手に思っていました。ただ実はですね、ラマダンっていうのはイスラム暦の、ヒジュラ暦っていうふうにも言われますけれども、その月の名前になります。9番目の月の名前がラマダンという、月なんですね。でこのイスラム暦っていうのは月の満ち欠けを基準にした太陰暦なので、私たちが普通に普段使っている太陽暦とは違って、毎年10日から、11日くらいずれていくような、形になります。なのでラマダンっていうのは、毎年少しずつ季節が、変わっていくというような形です。ではなぜイスラム教徒がですね、このラマダン月についてすごく特別視しているのか、そしてなんで断食までするのかみたいなところのお話を少ししていきます。でまず、一番重要なポイントとしては、イスラム教徒にとって一番大事な聖典、クルアンがですね、コーランとも呼ばれますね。クルアンが預言者ムハンマドにまさにこのラマダン月に初めて掲示されたというようなことがありまして、それゆえですね、非常に神聖な月というふうにされています。でこのことについては神様アッラーご自身がクルアンの中で、述べています。日本語の、クルアンの訳を読みたいと思います。クルアン第2章185節より、ラマダン月は人類の導きとして、また導きと善悪の識別の名称としてクルアンが掲示された月だから、あなた方の中、家にいる者はこのラマダン月の間断食しなければならない。はい、つまり、ラマダンっていうのは神様が人類への最後の導きとしてクルアンを与えてくださったと私たちは信じているわけですけれども、その、最後の導きをですね下してくださった、月なので、それをお祝いする、そして感謝するみたいな、そういった1ヶ月というようなことです。そのメインのイベントというか、ラマダンといえば断食っていうイメージだと思うんですけど、その、断食はですね、サウムというふうにアラビア語で呼ばれます。でムスリムはこのラマダン月1ヶ月ですね、29日間か30日間、このラマダン月に日の出の前の時間、ファジルというお祈りの時間があるんですけれども、そのお祈り前までにご飯を食べて、でそこから日没までは一切
の飲食を、断ちます。でほとんどの方がその食べない飲まないっていうことについては知ってらっしゃるかなと思うんですけれども、実は食べない飲まないっていうのはサウム断食の一部にしか過ぎないんです。イスラムが教える真の断食っていうのは飲食だけじゃなくって、例えば悪口だったり嘘だったり、怒ったり無駄話をするとか、そういう全ての悪い行いだったり言葉だったり、もうそうですね、何でも悪いことから全て断食する、避けるっていうような、そんな意味合いが、あります。なのでムスリムはラマダーンには特により良いムスリムになろうというふうに毎年努力をするっていうような形ですね。サウムっていう言葉の本来の意味は単に飲食を断つことじゃなくて、あらゆる悪いことを慎むっていうこと、断つっていうことになっています。この、点について預言者ムハンマドは非常に本質的な言葉を残しています。ハディスの日本語訳を紹介します。嘘の言葉やそれに基づく行いをやめない者に対して、アッラー神様はそのものが食べ物や飲み物を断つことなど必要とされない、こういった言葉を残したと、されています。でこれ、簡単に言ってしまうと、飲食を我慢してるだけでその人の行いだったりとか普段の行動が変わっていない、改善されていないんだったら、言ってしまえば形だけの断食なんて神様にとっては必要ないし無駄なことですよみたいな、そんな意味合いなので、すごい結構厳しいことではあるんですけれども、この教えを知ると、ラマダーンの断食サウムっていうものがただただ飲食を断つ行動だけじゃなくって、より一年で溜まった心だったり体だったり、そういう悪いものを落として全てを断食して自分を内側からきれいにしていく、浄化するみたいな、そういった精神的な実践の面がより強いかなというふうに、ムスリムになって、感じています。ではここからはそもそもなぜムスリムがそんな体だったり心の断食をするのかっていう目的についてもお話ししたいなと思います。でそれはですね、クロアンの一節に明確に示されていて、クロアン2章、183節、信仰する者たちよ、あなた方以前の者たちにも義務付けられたように、あなた方にも断食が義務付けられた。それはあなた方がタクワを得るためである。でここでちょっと耳慣れない言葉が入ってきたと思うんですけど、タクワを得るためが断食の目的というふうに今の、一節からわかるかと思います。でこのタクワっていうのは神様の意識、神様を意識することだったりとか、あとは神様を恐れ敬う心みたいな、そういった、ものになります。でこのタクワっていうのはイスラムの信仰においてすごく重要な、ものなんですね。でそのタクワっていう神様の、常に神様を意識するみたいな、そういった心を得るために私たちは断食をしているというような形です。じゃあもう一歩踏み込んで、なんで断食がこのタクワ、神様の意識を育てるのかっていうところについても、少し触れておきたいと思います。大きく分けて、3つの側面、それ以外にもたくさんあると思うんですけれども、今回は3つご紹介したいと思います。でそれが何かというとですね、神様との関係、自分自身との関係、そして他者との関係っていう3つの関係性を見つめ直すようなきっかけが断食なんですね。でそれによってタクワ、神様の神様を恐れ敬う心っていうのが、磨かれていくというか醸成されていくというような、そんな感じです。で一つ目は神様との関係ですね。ですごく分かりやすいところなんですけど、普通に断食をしないと当たり前のように食べているご飯だったりとかコップ一杯の水とか、そういうもので断食をすることによって大切さが分かるんですね。頭では分かっていてもやっぱり直接体験すると全然違うなというふうに感じます。
私たちが常に普段得ている恵みっていうものは全て神様からの恵みであるっていうことを、頭だけじゃなくって体でも思い出させてくれるっていうのが断食になっているかなと思います。自分が神様によって生かされているんだなっていうのを実感することができるっていうのが、タクワ、神様への意識を高めることの第一歩かなというふうに、思います。で、2つ目については自分自身との関係ですね。で、欲望を律するっていうのが一番の、自分自身との関係っていうことなんですけど、断食は私たちのナフスっていうエゴだったり欲望みたいなそういったものを訓練するのにすごく最も効果的な手段の一つとイスラムでは言われています。で、預言者ムハンマドは断食について、断食は、盾ジュンナであるっていうふうに、教えました。で、盾っていうのはバリアみたいなものですね。この盾っていうのは地獄の火からの盾であると同時に罪深い行動からの盾であるともされています。やっぱり飲食だったり性欲だったり、そういう人間が不自然と持っている欲望を神様のためにコントロールできているっていう風な意識ができると、私たちが普段ポロッと言ってしまう嘘だったり悪口だったり、いらない怒りだったりとか、そういう悪いことから断食が守ってくれるっていうのがあるかと思います。で、このすごい自己規律みたいな力が断食によってつくと思うんですけれども、それがいつも神様が見ていらっしゃるから悪いことはしないようにしようっていうところのタクワの基本姿勢ですね。神様への意識の基本的な姿勢がデフォルトになっていくというか、鍛えられるのが、ラマダンの断食かなというふうに思いますね。で、最後の3つ目の関係は他者との関係になります。で、断食っていうのはすごく社会的な側面があります。なぜかというと、裕福な人でもそうじゃない人でも全てのムスリム、世界中のムスリムが同じ期間に等しく空腹を経験するわけですね。で、この苦労の共有だったりとかっていうのがやっぱり世界中で今もジェノサイドが起きていたりとか、いろいろなことがあるわけですけれども、世界中で飢えに苦しむ人の状況を単なるニュースの知識だけじゃなくって、自分自身の身体的な感覚としても想像ができるようになるっていうのは、他者をいたわる、他人を思いやるっていうような心を鍛えることに、つながります。で、預言者ムハンマドは、あなた方の誰も自分のために愛するものをその兄弟のために愛するまでは真に信仰したことにはならないというふうに言われています。ここでいう兄弟っていうのは、血のつながった兄弟じゃなくてムスリム全体のことですね。イスラムでは信仰している人々みんながですね、信仰における兄弟姉妹というふうに言うので、その自分のために愛するものをその他のムスリムのために愛するまでは真にムスリムである、信仰しているっていうことにはならないっていうような言葉ですね。なのでやっぱり他人の痛みを自分の痛みとして感じられるような人になるっていうのと、その心が少し鍛えられるっていうのと、でその心が鍛えられることによって私たちの義務である記者っていう細かいところはまたいつかブログ記事にしたいと思ってるんですけど、ザカートって言われる、記者っていう施しがあるんですが、そういった具体的な慈善行為を行うことにつながっていく、つまりそれで、社会全体が良くなっていくことにつながっていくというような流れですね。はい、ということで、ラマダンの目的が神様への意識を養うことだということが分かったところで、その祝福をですね、ラマダン月に祝福を最大限に受け取るためにまだラマダンまで少し時間がありますので、私たちムスリムにできる、準備についても3つご紹介したいと思います。で、1つ目はですね、心の準備です。当たり前なことなんですけれども、具体的な目標を立てるっていうのが、とってもおすすめの準備の一つですね。で、毎日コランを何ページ読むとか、ラマダン期間中は絶対悪口言わないよというふうな
目標でもいいですし、いろいろと自分の今の進行度合いとかにもよってこの準備っていうのが毎年変わってくるようなものになってくるかと思うんですけど、毎年毎年より良い、より多い準備ができ目標を立てられるようにしていくっていうのが一番ベストなのかなと思います。多くのもともとムスリムの家庭に生まれた人とかアラビア語ができる人だったりすると、クロアンですね、600ページぐらいあるんですけど、それを30個に分けたものを、ジュズっていうんですけど、その1ジュズずつ読んで30日で終わらせるっていうような目標を立てている人がムスリムが世界中では多いかなと思います。ただ私のように改宗したムスリムだったりとかアラビア語をまだ読めないよっていう方については、さすがにアラビア語で1ジュズ毎日読むっていうのは無謀な目標になるので、途中で諦めてしまうような無謀な目標ではなくって、今の自分のレベルから少しストレッチしたでもやりきれるレベルの目標を立てるっていうのが、おすすめかなと思います。特に最初の方のラマダンなんかは日本語のクラーンを一冊全部このラマダン中に読むとか、今から読み始めてラマダン中に終わらすとか、そういった目標でもすごくいいんじゃないかなというふうに思います。はい、では2つ目の準備なんですけど、体の準備ですね。少しずつ食生活だったり、あとは、睡眠のサイクルを整えていきましょうっていうことになります。やっぱりいきなりラマダンになったからファジルの時間より前に起きなきゃいけないのはデフォルトになってくると思うんですけど、いきなり今実はちょっとファジルの時間よりも太陽が出る時間に近い時間に起きてるよっていうのに、いきなりファジルの時間より前に起きる質を急にしだすっていうと、やっぱ体がどうしてもびっくりしちゃうかなと思うので、一つはタハッジュッドのお祈りの時間に起きる練習を今からしておくっていうことと、あとはやっぱりよく聞くのが、やっぱりカフェインをよく日頃から飲んでいる方っていうのは、息中にすごい頭痛があって悩まされるっていう方が多いと思うので、もし可能なのであればラマダンに向けて今から少しずつカフェインの量を減らしていくと、すごい断食が楽になるかなと思います。私も去年もうラマダン前にカフェインを完全にやめて過ごしたら、すごく毎日朝飲んでたんですけど、それがラマダン明けてからもそんなに毎日は飲まなくなったというような感じで、結構継続的な効果もあったかななんて思っています。はい、では、準備の3つ目ですね、環境の準備についてです。でラマダンっていうのは先ほどもお伝えしたように、ただただ飲食を立てばいいっていうわけではなくて、よりクロアンとの時間を増やしたりとか勉強をしたりとか、そういうエクストラのことをするのがベストなので、ラマダン期間中っていうのは世界中のモスクとかオンラインのYouTube だったりとかですごいレクチャーが30日間のレクチャーとか短いレクチャーとかもたくさん開催されるので、今のうちに興味があるシェフとか学者の人たちをチェックしておいて、どんなものが始まるのかなっていうふうに見ておいて、学びの計画を立てておくっていうのもすごくいい準備になるんじゃないかなというふうに思っています。はい、ではちょっといろいろと内容盛りだくさんにはなってしまったんですけど、今回はですねラマダンについてお話ししてみました。でラマダンっていうのはただただ辛いっていう月ではなくって、ムスリムにとっては自分の、精神面とか身体面どちらも浄化して成長させるための特別な訓練の期間、1年に1度の訓練みたいな、そんなイメージです。でムスリムの方にとっては今日お話しした準備とかをしながら一緒にワクワクした気持ちでラマダンを迎えたいなと思います。でとは言ってもこのポッドキャストを聞いてくださっている方の中には、まだラマダンを楽しいっていうふうに思えるフェーズじゃないなっていう方も全然いらっしゃるんじゃないかなと思います。で実際私も最初の方は楽しいってなんで思えるんだろうって正直思っていたので、全然
そういった感情があるっていうのは当たり前なことで、楽しみよりもちゃんとできるかなとか、不安だな、大丈夫かなみたいな、ちょっと嫌だなとかって思ってしまう人もいるかもしれませんが、そういったことは回収したての時は特に当たり前というかよくある感情かなと思うので、全然不安になんていうんですかね、それに対してすごくこうネガティブに落ち込まなくてもいいんじゃないかなと思っています。やっぱり未知の体験とか生活が大きく変わることに関しては不安を感じるっていうのは普通のことですし、そういう感じるのであればやっぱり周りのムスリムの人からいろいろアドバイスをもらったりとか、心の準備とかをしていくっていうのが一番の、解決策というかになるかなと思っています。で、あと一番大事なのは神様アッラーに、お祈りをすることですね。どうかラマダンを乗り越える力をください。で、その祝福を味わいたいので、味わえるような心にしてくださいみたいな、そういったお祈りも常にしていくっていうのも大事なことかなと思います。はい、でも一つ覚えておかなければいけないのが、誰も完璧なラマダンっていうのを、30日間走り続けるっていうのはなかなか難しいことだと思うので、もし何か思ってたようにいかない日があったとしても、次の日はより良くしていこうとか、そういう風な少しずつの一歩一歩の改善みたいなので十分かなというふうに思うので、そんなに気負いすぎずにラマダンまで過ごせたらいいんじゃないかなというふうに思っています。はい、では、今日はですね、ラマダンの心の部分だったり目的についてたくさんお話ししてきたんですけれども、実践の部分も実際には重要なところかと思います。スフール、夜明けの前の食事って何を食べればいいんだろうとか、あとは断食って全員がしなきゃいけないのとか、そういうちょっとテクニカルな具体的なルールみたいなものについては、次回のラマダン直前に多分あげれるかなと思うんですけど、次回のポッドキャストでお話ししたいと思っていますので、ぜひそちらも聞いていていただけると嬉しいです。で、ブログイスラムの扉に今回の記事ですね、今回の元になった記事を掲載しています。このエピソードの概要欄にリンクを貼っているので、ぜひウェブサイトの記事もご確認ください。よろしければ番組のフォローやレビューもいただけると幸いです。ではまた次回のエピソードでお会いしましょう。アッサラームアライクム。あなたに平安がありますように。